こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、中国で人気の食べ物、ルースーフェンというものを作りたいと思います。ちょっとね、中国語難しいんで料理名をね、うまく言えとるかわかんないんですけど、ルースーフェンというものです。最近ですね、ウェイボーっていう動画や写真を投稿できる中国で人気の SNS を始めたんですけど、そこでですね、最近中国で人気の食べ物何ってフォロワーさんに聞いたら、こちらを教えてくださいました。ルースーフンですで、なんとですね、ウェイボーを始めてまだ1ヶ月ぐらいなんですけど、50万人以上の人がもうフォローしてくれてて、すごく嬉しいです。本当にありがとうございます。もうコメントもね、たくさんいただいて、日本語とかでね、書いてくださる人もいて、すごくありがたいです。本当にありがとうございます。じゃあ、作ってみたいと思います。こちらがルースーフェンのインスタントです。で、中身はじゃん、こんだけいろいろ入ってました。麺の他に8袋ですね。で、まずはチンゲン菜を茹でます。チンゲン菜を水で洗って切ったら、お鍋に塩と油を入れて30秒から40秒ぐらい茹でます。芯に透明感が出てくるくらいまで茹でてください。これはトッピングなので避けておきます。で、麺を茹でます。ちょっと春雨とかに似てますかね。なんかお米でできとるみたいです。で、今回もね、10袋使うんですけど、お鍋に入りきらないので2つの鍋を使って5袋ずつ作ります。めっちゃ柔らかくなってちょっと透明感がなくなったかな。で、また新たに 500ml の水を沸騰させて、で、さっきの茹でた麺とこの湯葉をね入れます。麺がね、箸で切れるくらいまで柔らかく茹でます。で、器に盛ったらスープの素、たけのこで、これインゲンって書いておくけど何かな、チンゲン菜、うずら、ピーナッツで、酢とラー油はお好みの量を入れます。じゃん、完成です。美味しそうですね。これが憧れてたルースーフンですちょっとね、10袋がね、1個の器に入らなかったので2つに分けてきました。で、両方同じ量です。で、重さがね、器の重さを引いて 4.3kg だったんで、2つ合わせて 8kg ぐらいかちょっと作りすぎちゃいましたね。食べ物だけで 8kg やって多分私食べれないんですけど、スープが入ると結構食べれたりするので食べたいと思います。いただきます。麺がツルツルしとって美味しそうです。スープはね、こんな感じです。ラー油が入ってます。めっちゃ美味しい。ツルツルしとってね、春雨とかよりも歯ごたえがあるし、ラーメンと春雨の間って感じ。麺がね、太いからちょっと春雨とは違いますね。美味しい。これでもさらっといける感じですね。スープはね、結構シンプルな味ですね。中華スープっぽい味です。飲みやすい味。具材がすっごい多いですよね。インスタントでこんなに豪華ってすごいですよね。やっぱ中華料理って美味しいですね。まだこのルースーフェンっていうのは日本に進出してきてないですよね。この麺が本当に美味しい。米粉を使ってるからちょっとビーフンっぽいですね。でもビーフンよりね、もっと歯ごたえがあってツルツルしとる感じがします。あ、ビーフンじゃない、フォーです。フォー。うずらの卵が入ってます。インスタントでもすごい具が多いですね。こんなにいろいろ入ってて、私今日チンゲン菜しか入れてないですからね。このインゲンをね、味付けしたやつとか一緒に食べるとさらに美味しい。これ湯葉です。なんかヘルシーな感じがする。チンゲン菜シャキシャキしてて美味しいです。めっちゃ熱いです。ちょっと私ラー油が多かったな。ちょっとピリ辛になっちゃいました。ピーナッツ食べるとね、香ばしくてめっちゃ美味しいです。すごい麺がツルツル。熱い熱い。ちょっとラー油をね、入れすぎましたね。なかなか辛いです。もう汗がね、すごいです。ちょっと早く食べるとこっち側がね、伸びちゃいますね。なんか
かでもね、あんまりね伸びない感じがします。この麺はフォーとかもやけど小麦の麺より伸びにくいですね。もうめっちゃ熱いです。はい、あとはね、ほとんどスープだけになったんで、麺がね伸びそうなんでこっちを先に食べます。つるつる麺です。中国のラー油はでも辛い気がするな、日本のより。あ、そんなことないかも。なんかもしかしたらスープ自体辛かったのかな。ラー油で辛いのかと思った。ごま油の香りが結構強いです。ツルツルしたらトマト伸びにくいです。ほんとさ、いろんな具が入っとって美味しいです。混ぜて食べると美味しいですね。味が混ざって。私この湯葉がね結構好きです。お揚げみたいですね。辛い辛い。酢を入れるとまた味が変わって美味しいです。ちょっと本当でもね、ラー油はね入れすぎちゃいましたね。でもこれ入れてもまだこんだけ余ってるんですよ。すごいサービスがいいですね。だからあんまりたくさんあるから結構入れてもいいもんかなと思って入れちゃいました。スープも辛いのかもしれないけど。はい、今日はねちょっと量がね多すぎたんでスープは残したいと思います。あとちょっとね辛いんで、ラー油は私が入れすぎちゃったからほんとすみません。ごちそうさまでした。ルースープすっごい美味しかったです。フォーとね似とるけどなんかちょっと違うんですよね。こっちの方がね麺っぽいですね。でいろんな具材が入っとって、これがまた美味しかったです。でなんとね湯葉がね私は特に好きでしたね。うずらの卵も美味しかった。でも考えてみたらお肉系は入ってないんですね。料理によっては入ってるかもしれんけど、私が今日作ったルースーフェのパッケージには書いてなかったですね。ラー油と酢はねちゃんとね作り方にもお好みでって書いとったのにラー油を入れすぎちゃいましたね。ラー油とか酢もねさらに食欲を増す感じでした。でちょっとね今日は思った以上にたくさん作りすぎちゃいました。後でこれは雑炊かなんかにして食べようかな卵とか入れたらね体も抑えられそう。で教えてくださった中国の皆さんありがとうございました。でルースーフェとっても美味しかったので食べる機会があったらぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらよかったらコメント欄か Twitter かあとウェイボでも教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。